こんばんは。はるです。今回は UCL ヒーローティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回はですね、新しく来た UCL ヒーローの選手たちをティアリストにまとめてます。それでは早速紹介をしていきます。こちらが UCL ヒーローの選手たちのティアリストになります。まずは D ですね。D はですね、リトマネン、そしてカヌ、そしてリッケン、そしてスールシャール、そしてディエゴン・ミリトと、この5名を入れました。特にですね、カヌなんかに関しては、スキルかなが4に上がって、アクロバティックのプラスを備えたという選手になってます。もともと身長が大きくって、ヘディングだったりフィジカルとかをメインで、できればいいかなという、そういう選手になるんですけれども、やっぱりね、身長が196センチっていう、なかなかの大柄ですし、かなり扱いはしにくいです。それはベースヒーローの時にも話はしていたんですけれども、このユーシェルヒーローになっても、どうしても重たさっていうのは残ってしまうかなと、いうふうに思います。で、スキルが4になったっていうのは全然いいんですけど、ただスキル4では補いきれないくらいドリブルだったりとかが、ちょっと難しいかなっていう風なところと、じゃあヘディングだっていう風になっても、ジャンプがね、そこまでベースヒーローの時から上がってはないので、196センチあるけれども、なかなか空中戦勝てないよみたいな、そういう選手になってしまいますね。で、あとはですね、スールシャールですね。スールシャールなんかも、強化をされて悪くはないんですけれども、ただ、パス面もうちょっと上手くあってほしかったなっていう風なところだったりとか、単純にシュート以外の能力っていうのはそこまで足りては、ないですね。テクニカルとかそういうのを使っていけば、コントロールスプリント作っていけば、割と気にはならないのかもしれないですけれども、テクニカルのプレースタイルもついては、いないので、ちょっとこう、扱いに困るというか、そこまでこう強い選手っていう風な、認識をする方はそこまで少ないのかなっていう風には思いますね。で、あとはディエゴ・ミリートですね。ミリートなんか決定力高く、シュートに関しては素晴らしいと思います。レースもある程度ありますし、スピードもあるんで、全然悪くは、ないんですけれども、こういうのもね、パス面もうちょっと上手くあってほしかったなっていうところだったりとか、あとは、プレイスタイルのところが、もうちょっといいのついてたらより良かったなっていうのは思います。で、あとやっぱりスキル、やっぱり3、重たい選手にはなるんで、この人もやっぱり4以上は欲しかったなっていう風な、ところではあるので、フィニッシャータイプとして、使うっていうのが、一番いいかなという風に思います。他はね、そこまで、なんかいろんなことができるっていう ST の選手ではないという、そんな感じですね。で、そして、続いては C ですね。C はですね、ベルバトフ、そしてロシツキー、そしてビーズリー、この3名を入れました。で、特に1人紹介をしたいのはですね、ベルバトフですね。ベルバトフはですね、この人もやっぱりどうしても重たさっていうのはちょっと、あります。なかなかみんながみんな使いやすい選手だと言わない人ですね。で、自分もベースヒーローの時使ってましたし、ちょっとやっぱドリブルに関して重たさは、あります。で、逆足が4になったという風なとこは、非常に大きなアップグレかなっていう風には思います。これで4-4に、なりました。で、冷静さ高いし、こういうのもシュートは、ある程度は決めてはくれます。ディエゴ・ミリートと同じようなキャラで使いながら、この人はパスが上手いんですよね。能力的にはミリートの方が高いんですけど、やっぱりベルバトフの方が4-4あって、パスがうまいっていうところも、ST として、総合的に見たら、個人的には上かなっていう風には、思いましたね。こういうのもね、ちょっと惜しい選手、全然ね、ベースの時は、意外とやれるやん。ですけど、ベルバトフじゃなかったらなーって思う時もやっぱりあったんで、そっから、強化をされたのは嬉しいんですけれども、ただ、B にはいかないかなという風なところですね。で、そして続いては B ですね。B はですね、マクマナマン、そしてビアリ、そしてリザラズ、そしてルイ・コスタ、そしてジョシュ選手、スコット、そしてリーセ、そしてドゥデック、ジュリと、この8名になってます。まずはビアリですね。ビアリはですね、能力91と、非常に高い、数値になってますね。ただ、惜しいですね。
シュートに関してはこの人もしっかり決めきれる力っていうのは持ってたり、するんですけど、やっぱりその身長180センチですけど、そんなに軽くはないっていう選手になりますね。どうしても重たいなって感じる人は一定数いるのかなという風な、感じで。じゃあかといってフィジカルでっていう風になると、身長もちょっと欲しいなっていうところだったりとか、結構ね、ジャンプとかも高くて、ヘディング精度もね、高いんで、クロスゲーだったりとかね、クロスに合わせるってところもしたいんですけど、ただやっぱ身長もちょっと欲しいってところになるんで、ちょっとね、こう、中途半端感っていうのはどうしても否めない選手にはなります。ただね、普通にスピードもあるんで、そういうジャンプとかヘディング精度を無視して、地上戦で戦うっていうのも全然ありかなと思います。パスもね、もうちょっと上手くあったらより良かったなっていうところではあるんですけど、全然スタメンに入ってもおかしくはないけど、能力91だってなって期待をするほどではないかなというふうに思います。で、あとはジュリーですね。ジュリーなんかも結構、アップグレをされまして、もともと44っていうところは変わらず、低身長で非常にボールタッチが細かい、そして速いという選手ですね。なのでサイドアタッカーとして、使いやすいキャラクターの中でパスも上手いというのが、この人のいいところかなと思います。で、結構シュートに関しても、決めきることができるようになったという選手になりますね。プレイスタイルに関してはプラスアクロバティックがいるのかどうかというところは、個人的な疑問というか、やっぱね、どうしてもクロスを上げる気になかなかならないんですよね。身長が低いし、ジャンプも低いんで。なんで、ここのアクロバティックのプラスがちょっと変わって、今週のプラスとか、クロスのウィープドパスのプラスだったりとか、あとはスピード系ですね、クイックステップのプラスとかになってたらより良かったかなっていうのは、思いますね。で、あとはフィジカル面がどうしても弱さっていうのがあるんで、かなり使いやすい選手で、人によってはあれ、ジュリーめっちゃ強いやんって思う人もいると思いますけど、フィジカル面がね、どうしても気にはなってしまうので、そこも加味して、個人的には B に、してます。で、そして続いては A ですね。A はですね、女子選手、ケスラー、そしてボンパストル、そしてフットレ、この3名に、なりますね。トップクラスの、選手という風なことで、この3名を挙げたんですけれども、まずはボンパストルですね。この人はもともとベースの時から、普通に、それなりに強いっていう風なところから、この UCL ヒーローで結構化けたかなっていうのは個人的に思いますね。逆足さんっていうのはちょっと残念ではあるんですけど、ただパスがめっちゃうまいサイドバックにはなるので、右足で難しいパス出すっていうのは左サイドバックでなかなかないことなんで、そこまで気にはならないかなっていうのは思います。で、冷静さも高くって、守備能力もしっかり上がったなっていうのが印象にあります。フィジカルはそこまで強くはないんですけれども、ただ、今作そんなには気にはならないっていう風なところで、どうしても、こう、フィジカル面が要求される球際のところだったりとか、あとはやっぱりヘディング空中戦だったりとか、そういう風なところを突かれてしまうと、どうしてももう無理っていう感じになってしまうんですけど、ただ、今作女子選手のね、サイドバック、バチャだったりとか、キャシャウィだったりとかが使われている中で言うと、全然、ボンパストルも、そういうマイナス面があったとしても、他の能力っていうのがしっかりしてますし、強い選手にはなるので、総合的に見てもですね、A には入るかな、全然強いかなっていう風な選手ですね。プレイスタイルも、結構豊富にありますし、プラスでは容赦なしがついているというのも、素晴らしいなという風に思います。で、あとは、フットレーですかね。フットレー、スキルが5になってます。4から5かな。ベースヒーローから変わっていて、能力ももちろん、しっかりしてますし、テクニカルのプラス備えているっていう風なところがね、非常にこう理不尽さを感じます。めちゃくちゃね、敏捷性とかバランスとかドリブルが高いんで、ドリブルめちゃくちゃしやすい。し、本当に相手からすると、ベースのヒーローのフットレでももうめちゃくちゃ厄介です。本当にテクニカル、コントロールスピードだけしときゃ、もう簡単に剥がせます、この人は。で、かつ、そういうところからスキル5になったっていうのは素晴らしいし、もちろんペースも上がったりとか、パスもね、より上手くなったりとかっていう風になってるんで、個人的にやっぱり素晴らしい、ドリブルのところで止めにくい選手に、なりますね。で、シュートに関しては、入らなかっても、しゃあないかなっていう風な感じなんですけど、ただ冷静さが高いんで、思った以上には決めてくれる選手にはなるかなという風に思いますね。
まあ単純にベルシルとかよりはもちろんパスとかはそこまで上手くない、まあ無難にはつなげるよみたいな選手ではあるんですけど、もうちょっと欲しいところであるんですけど、ただやっぱりそのベルシルのパス面とかをちょっと下げて、その分まあゲーム向きにスピードを速くしたという、そういう選手になるかなというふうに思うんで、やっぱりフットレゲーム向きな、ゲームで強いっていう選手に生まれ変わったのかな、まあより強くなったのかなというふうに思います。そして、最後 S ですね。S はですね、スナイデル、そしてテベス、そしてコンパニ、そしてラミレス、そしてアベディ・ペレと、この5名になってます。まずはスナイデルですね。この人はやっぱり UCL ヒーローで非常に強化をされた選手の一人かなと思います。4-5から5-5になりました。スキルの方が5になって、5-5、どちらも5になったという選手になりますね。まあ、どうしても中盤として意欲のところ、攻撃の意欲が普通で、守備の意欲がね、ローというか低いっていうのはちょっとどうなんかっていうのは思うんですけど、ただ非常に使いやすい、選手で、パスもめちゃくちゃうまいという選手になりますね。で、シュートもしっかり決めきることが、できますし、スピードも上がったというところは非常に素晴らしいなと思います。で、プレイスタイルを見ても、まあ、非常にパス面、に関しては多くのものを、持ってますし、鋭いパスかな、これプラス、持っている選手になるんで、まあ、本当にこうトップ下だったりとか、まあ、前線でパスを散らしながら最後のラストパスを送るという、そういう力を、手にしましたね。で、まあ、積極性も高いっていう風なところも割といいかなというふうには思いますし、まあ、守備面はね、そこまでできない選手にはなっていたんで、まあ、なんて言うんでしょう、使うポジションがね、どこにしようかって迷う選手ではありました、個人的には。やっぱりスキルも4っていう風なところもあったんで、ベースの時は。なんで、やっぱトップ下とか中盤、まあトップ下か。トップ下で使うにしてもやっぱスキル5欲しいなだったりとか、ST でスキル5の選手をトップ下にしたりとか、まあそういう方がいいんかなって思ったんですけど、やっぱり5-5になったことによって、まあそのより前線で輝きを放てるようになったのかなと思いますね。まあほんとペドリが5-5になった上位互換みたいな感じですかね。非常に使いやすくって、まあドリブルでもいけるし、パスでもまあちょっと違い作れるっていう、そういう選手にはなるんで、でかつシュートもうまいっていう、これはね、非常にやっぱりベースヒーローのスナイデルから大きく強化をされた、能力がプラス3されて、さらにスキルも5になったっていう、まあ非常に素晴らしい選手になりましたね。で、あとはテベスですね。まあテベスに関しても非常にまあ、強化をされた選手の一人だと思います。もともとスキル4、逆足3だったので、この UCL ヒーローではスキルも逆足もともにプラス1ずつされているということになってます。そしてテクニカルのプラスを備えてます。もともとベースヒーローは容赦なしのプラスだったんですけれども、ここが変わっていきなりテクニカルが登場しました。どないやねんと。とんでもないぞということになってますね。なんでスキルで行くのもよしですし、まあ、テクニカルコントロールスプリントを使いながら行くのもよしだと、思います。で、この人もドリブルはある程度は持てる選手に、なりますし、全然推進力あるテクニカルコントロールスプリントもできると思います。身長は低いんで、まあ全然余裕で持てるという選手になりますね。まあ、ベースヒーローのテベス使ってはいたんですけれども、決定力はかなり高い選手で、まあ、ある程度持ちやすく、だからある程度持ちやすかったから、全然ね、スキル4とか、逆足さんとかでも、まあ、割とやれたんですよ。まあ、ただ、こう強化されてくれればいいなというふうに思ってたところ、この UCL ヒーローでは強化をされて、まあ、さらに他の能力もね、もちろんアップグレードをされてるので、で、パスもめっちゃうまいんですよ、この人。なんでちょっとパスでも、テベス意外と通せるやんとか、テベスナイスみたいなパスをね、出せる選手になるんで、これはかなり強い。これはちょっとね、非常に前線としてトップクラスの強さっていうのを誇れる、そういう選手に強化を、されました。で、そしてラミレスですね。まあ、ラミレスに関してはですね、まあ、先ほどのテベスだったりとかスナイデルのようにスキル逆足っていうのは変わってはないんですけど、インターセプトのプラスを新しく備えましたね。ベースヒーローの時は何もプラスはついていなかったんですけど、
ここでインターセプトのプラス、より守備面で活躍ができるようなプレイスタイルを、備えることが、できてます。で、アジリティというかドリブル系っていうのは、ある程度持てる選手に、なりますし、冷静なところもうちょっと欲しいなという風なところではあるんですけど、ただ、ベースヒーローの時もですね、そんなに能力自体は高くなかったんですけれども、普通に使われていたりとか、強いなと感じる瞬間が多かったりとか、もちろん世界大会でも、何名か使われて、ましたし、非常にこの人は能力以上に強さを感じる選手で、ベースの時から能力の上がり幅自体はそこまで高くはないんですけれども、やっぱり中盤としてスピードが速いっていう風な部分は正義だと思いますし、能力的にもある程度あるという風なところで、十分強さがあって、さらに能力以上の強さっていうのがある選手だと自分自身は感じてますし、インターセプトのプラスを備えたっていうことによって、より守備面で活躍を、しながらですね、存在感を発揮できるという、そういう選手になったかなというふうに思います。もちろんやっぱラミレスの場合は、先ほどの選手とかよりかは、逆足3がだったりとか、パス面もうちょっと能力上がってほしいなっていうようなところはあるんですけど、ただですね、十分、トップオブトップの S には入るかなというふうに思います。という感じで、こちらが新選手たちですね、UCL ヒーローのティアリストになります。少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいねとったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。